こんにちは、ひろじいです。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。さて私は、前回に引き続き黒川温泉を歩いています。黒川温泉といえば、黒川温泉一旅館というコンセプトのもと、入湯手形を持って、湯巡りができることで有名になった温泉ですが、私は、古くからある2つの共同浴場を、気軽に利用できることも魅力の一つだと思います。そんなわけで、黒川温泉開湯の伝承となったお地蔵様にお参りして、2つの共同浴場を巡ってみたいと思います。まず、黒川温泉の元湯と言われる地蔵湯に行こうと思います。地蔵湯は、風の谷から桜通りを左折して、少し行ったところにある、囲碁坂を下っていきます。坂の終わりあたりの左手に黒川地蔵があります。坂を下り終えると、交差する道は川端通りになります。川端通りを横切り、階段を降りていくと、瓦屋根のひなびた建物があります。黒川温泉の元湯と言われる、地蔵湯です。入浴料金は、大人200円と格安です。料金箱に200円を投入すると、なんと、ドアが自動で開きます。古びた建物に、近代的な設備、びっくりです。出口は、ロータリー式のパイプドアになってます。廊下の突き当たりに下足箱があり、浴場との仕切りは、ビニールカーテンのみで、そのまま浴場とつながっています。靴を脱いで、浴場に入ります。脱衣場と浴場は、20センチほどの段で仕切られ、脱衣場部分の床だけ板張りになっています。脱衣棚は、仕切りがあるだけなので、丸見えになり貴重品なども安心。早朝と夜の入浴はできないようですね。浴槽は2つに分かれていて、小さい方が上湯、大きい方が下湯と呼ばれているようで、下湯の方から入るよう説明に書かれていました。源泉は、上湯の方にかけ流しとなっていて、浴槽を隔てる壁の1箇所から、下湯の方に流れています。下湯に向けて、竹戸井で湯温調節の冷温泉を流しています。下湯に手を入れてみると、かなり熱い。洗面器でかき混ぜると、表面だけが熱かったようで、入れる温度になりました。かけ湯で体の汗を流し、そろりと入ってみます。入ってから、浴槽内全体をよく混ぜると、快適な温度になりました。硫黄泉とありましたが、硫黄臭はそんなにありません。ほぼ透明な湯ですが、黒く見えるのは、浴槽が温泉成分で黒くなっているからでしょう。上湯に手を入れてみると、とんでもなく熱い。かき混ぜてはみましたが、やはり熱くて入れそうにありません。共同湯がゆえ、水を入れて埋めるわけにもいかず、上湯に入るのは諦めました。それにしても、私がここに来てから20分、誰も入ってきません。完全に貸し切りです。200円で、貸し切り気分を味わえるなんて、地蔵湯、最高ですね。
湯上がりの後は、こんな素敵な温泉を授けてくれたお地蔵様に感謝のお参りをしないといけませんね。次に訪れる共同湯は、丸鈴橋の上流、田野原川の川底近くにある穴湯です。こちらの穴湯ですが、令和2年7月豪雨の際に、流出の浮き目に遭いました。しかし、クラウドファンディングや寄付により、今年令和4年2月に再建され、元の穴湯と同じように、共同湯として復興しました。元の穴湯は、浴槽一つの混浴のようでしたが、現在の穴湯は、男女別に分けられています。女性の浴場は、反対側にあります。こちらも入浴料は200円。料金箱に入れます。地蔵湯のように自動扉ではありませんので、自分でドアを開けて中に入ります。狭いながらも、ちゃんと仕切られた脱衣室になっています。入浴時間は、地蔵湯よりは長く、早朝、夜間も入浴可能です。泉質は、弱酸性単純泉となっています。寄付した方々の名前が掲げられています。クラウドファンディングで寄付された方々には、穴湯の永年パスポートが配布されたようですね。それでは、浴室に入りましょう。男女に分けて作ったため、かなり狭くなっていますね。それでも、3人くらいは一緒に入れる広さはあります。湯底からお湯が出ているとなっていましたが、どの辺りから出ているのか、見た目ではわかりませんね。洗い場には、木製の突き出し窓があり、少し開かれた扉の隙間から、田野原川のせせらぎや、きらめく流れが望めます。縦をしっかりして、入湯です。源泉温度は60度くらいとのことですが、ちょうど良い温です。湯は無色透明、単純泉ということですが、若干の硫黄臭があります。こちらの穴湯でも、私が入浴している間、他のお客さんが入ってくることはありませんでした。初夏の真昼の温泉、体がほてるかと思いきや、意外と気持ちよく、汗も吹き出てきません。特にこの穴湯は、外に出ると田野原川の川風が余計涼しく感じさせてくれます。どうでしたか？黒川温泉の2つの共同湯。皆さんも200円の貸し切り湯、楽しんでみてはいかがでしょう。1泊2日プラスアルファでお伝えした黒川温泉の旅、いかがでしたでしょうか？様々な企画やイベントで、観光客の心を揺さぶる黒川温泉。これからも、
折を見て黒川温泉の宿やグルメ、イベントなどを紹介していきたいと思います。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。お元気で、さようなら。